優しく拭き取っていきます。で、ここで使用するのがハンドクリームですね。こんなに変わるんですよね。二子玉川美化工房の星名美幸と申します。今日はですね、ご家庭でもできる革製品のお手入れについてお話ししていきたいと思います。早速なんですけれども、ご自宅にあるもので、簡単にご自身の大切な革製品をお手入れしていただくのに、こんなものをちょっとご用意しております。まずコットンですね。どんなものでも大丈夫ですが、こういうコットンをご用意いただいて、でこれは何に使用するかと言いますと、汚れを落とす時に使用します。一番これ傷がつきにくくて繊維が汚れを絡め取ってくれるので、私のおすすめです。あとはですね、使っているハンドクリーム、あるいは使わなくなってしまったハンドクリーム、こういうものをご用意いただきたいと思います。ご注意いただきたいのが、色がついているクリームはご使用を控えてください。クリームを手に伸ばしていただいて、なじませた時にクリームがちゃんと手になじんで消えていくようなものを選んでいただいたらいいと思います。市販のもので大丈夫です。香りがついているものでも特に問題はないです。できれば伸びやすいものがいいと思います。それからですね、汚れ落としにちょっと使用していただきたいのが、これ中性洗剤なんですが、中性洗剤を水で割っているものです。1リットルぐらいの水に対して中性洗剤の1滴2滴ぐらいかな、それをよーく混ぜていただいて、薄めたものを用意しております。それからですね、ストッキングを用意してください。ストッキングは革製品にものすごい活用できるものになるので、ぜひ取っといていただいて使っていただきたいと思います。じゃあ早速汚れ落としからやっていきたいと思います。まずですね、コットンを用意していただきましたら、ちょっとこれ1枚が薄いので重ねて使用していきたいと思います。今私これ4枚ぐらい重ねてます。でこれ中性洗剤つけます。少しつけました。でこのままつけてしまうとシミになってしまうので、必ずここを固く絞ってください。これ絶対に忘れないでくださいね。水気が出なくなったことを確認してから使用してください。コットン広げていただいて、普段使っていて皆さんね、革製品ってお手入れをするのが怖いという印象があると思うので、お手入れされてない人も多いと思うんですけれども、実は結構汚れています。特にハンドルの部分、面もそうですし、いわゆるこういう底面も見えないだけで汚れてます。それをですね、この今用意したコットンで表面の汚れを今から優しく取っていきたいと思います。固く絞ったコットンをですね、こんな感じで手に持っていただいて優しく拭き取っていきます。でこの時にゴシゴシゴシとこする必要はないです。表面の汚れだけでまず十分です。丁寧に優しくですね、撫でるように汚れを取ってあげてください。こんな感じで。で問題のハンドルですね。ハンドル、皆さんなんか使っててハンドルがどんどんベタベタしてきたなみたいな経験ないですかね。結構汚れてます。女性の肌の汚れをクレンジング、洗顔と本当に同じ感覚です。クレンジングでしっかり汚れを取ってあげて保湿をしてあげる、これが革のコンディションを長く保つ秘訣になります。で乾燥っていうのがやっぱり大敵なので、保湿を定期的にしっかりしてあげると本当に長持ちします。いい状態を長く保てますので、ぜひやってください。注意点が一つあります。汚れ落としをこのように始める前にですね、やっぱり中性洗剤につけて固く絞ったとはいえ、革製品に向かない、この汚れ落とし自体も向かないケースがあるんです。でその時にどうするかっていうと、一番最初に確認事項をやっていただきたいんですが、例えばバッグの見えない箇所、
例えばバーキンでしたらこういう内側、こういうところで少し優しくこすってみて、シミにならなかったらそのまま進めて問題ないと思います。ただこうちょっと触った時にぐっと色が変わった場合は控えていただいた方がいいと思います。その場合中性洗剤を使わずに、このコットンで構わないのでこれでから拭きしてあげてください。このコットンの繊維で汚れ自体も絡め取ってくれるので、から拭きで汚れを落としてあげてください。傷んでいるところはね、こういう水分を含んでいるものをぐーっと吸い込む性質があるので、乾いてくると引いてきます。この辺りはよく手で触るところなので見えないんですけど汚れてます。はい。でこんな感じで表面の汚れ、こんな感じでわかります？結構汚れてますよね。これでいわゆる女性の肌でいうとクレンジングでメイクを落として洗顔が終わった状態です。多少ね油分も取ってしまっている状態なので、ここから思いっきり保湿をしていきたいと思います。でここで使用するのがハンドクリームですね。こういうハンドクリームを手に取ってください。まずは一番最初不安だと思うので少量からいきましょう。でこれもですね、ポイントとして少し手の中でなじませましたら、見えないところでテストをしてください。こういうところでこう塗り込んでみて、シミになりそうだなと思ったらちょっとその皮はこのクリームが向かないってことになるので、必ずテストをしてみてください。で特にシミになったり色が変化したりっていうことがないなと判断した場合はそのまま全体に進んでいただいて構いません。でこの皮はもう特に問題がないのでこのまま進めていこうと思います。ご覧の通りですね、特に傷んでいるというのがこういうコーナー部分ですね。コーナー部分っていうのは擦れて傷がつきやすいですね。なのでこういうところをですね、ご自宅にあるクリーム、ハンドクリームで構わないので保湿をしてあげて見た目を整えてあげるとどうなるのかっていうのを今お見せしたいと思います。じゃあ先ほど出したクリームなんですけれども、こんな感じで少量手の中に出しています。これをですね、このままいったら当然シミになります。なのでシミにならないためにどうするかっていうことなんですけど、クリームを手の中で一回消してください。こんな感じで。ただ手の中にしっかりクリーム成分は入ってます。これを革製品に塗布していきます。じゃあやっていきますね。全然ついてる感じがないんですけれども、こんな感じで入れていきます。で、少量を少しずつやっていくっていうのがポイントになります。そうするともともとこういう状態だったこっちのコーナーが保湿をしてあげるだけでこんなに変わるんですよね。なのでこんな感じでコーナー部分保湿をしてあげるとだいぶ蘇ります。定期的にこれをやってあげるといい状態、こういう状態が保てるので、こんなに簡単だったら是非やってください。だいぶ変わりましたね。びっくり。さあ、じゃあ面の方もやっていきたいと思います。大きな面になるのでね、この場合もう全体に手のひらに伸ばしてしまった状態にします。で、優しく撫でてあげるだけで大丈夫です。わかりますか？こういうところが傷んでるんですよね。擦れて傷んでます。ここも手の中でなじませたクリームをしっかりこう入れてあげる。そうするとぐーっと落ち着いて色が変化していきます。こんな感じで。で、ご自身で触ってみてちょっと乾いてるなと思うところ、よく動くようなところってやっぱり傷むので、マチ部分とかもね、しっかり保湿してほしいと思います。で、底面ですね。底面もやっぱり結構傷んでるので、最後は底面いきます。こんな感じですね。一
旦大きな面は終わりました。見た目がね、最初の状態よりはだいぶここの辺りは変わってきたと思います。で、ハンドルなんですけれども、もともと、今、中性洗剤で汚れは取ったんですが、ご使用していく上での油って、これまでもついてきていますし、これからもついていくので、ハンドルに関しては油分を与える必要はないと思います。特に手の握るところ、ここはもう十分なので、クリームを入れてあげるとしたらこういうところには入れてあげてもいいかもしれないですね。ちょうど手で握る部分はクリームは不要ですということを覚えておいてください。クリームを全体的に今塗布していきました。この後なんですけれども、ストッキング、ここで使っていきます。これ何に使うかっていうと、今塗り込んでいったクリームの余分なクリームを取っていきます。あとはツヤを出してくれるという効果もあります。なのでこの時も優しくですね、優しく優しく、これ軽く、本当に軽くで大丈夫です。特に金具の部分もね、注意しながら優しく優しく撫でていただいて、ご自身の肌のお手入れをしている感覚でね、やってあげてください。背面も同様です。余分なクリーム分も取ってあげる。反対もですね。で、底面もいきます。というところまでやっていただきたいと思います。これでだいぶ先ほどの乾燥している状態から保湿がしっかりとされたので、ツヤも出ますし、傷が目立たなくなっています。ぜひこの状態でね、お出かけしていただきたいと思います。で、これをどのぐらいの頻度でやったらいいんですかとよく聞かれます。どのぐらいの頻度でご使用されているかにもよるんですけれども、実はですね、使っていない革製品はどんどん傷んでいっちゃうんですね。乾燥もそうですし、例えば今の季節ですと湿度などで過酷な環境にもなってたりするんです。ですから一概には言えないんですけれども、目安として皆様にお伝えしているのが、だいたい3ヶ月に1回、ぜひそのぐらいの頻度で皆さんご自宅でやってください。本当に簡単だったと思います。これなら私でもできると多分今思ってらっしゃる方いらっしゃると思うので、そんな方は今週末必ずやっていただきたいと思います。買ったばかりのバッグのプレケアということについて少しお話ししていきたいと思います。皆さん大切なバッグをですね、購入された後、やっておいてほしいことっていうのがあるんですよ。ぜひこれプレケアとしてですね、何が必要かということをお話ししていきたいと思います。まずですね、新しいバッグ、できればいい状態で長く使っていきたいと思うんですけれども、そうは言っても革製品なので当然傷んできます。どんな風に傷んでくるかというと、ぜひ私どもの美化工房のインスタグラムのアカウントを見ていただきたいんですが、ビフォーアフターがたくさん出てます。そのビフォーの状態をもうぜひご覧いただきたいんですが、だいたい使っていくと革製品ってまず色が焼けてきます。退色と私たち言ってるんですけど、色焼けとか退色していきます。それから当然傷がついてきます。で、あとはほつれちゃった、取れちゃったっていうことはもう当然あるんですけれども、その最初の2つですね、色焼けとか傷とか、こういったものをご自宅でですね、買った後に防ぐためにプレケアを行っていただきたいと思います。まず最初にやっていただきたいのが、これ保湿なんですね。保湿っていうのがこれポイントになります。もう買ったらすぐに保湿してあげるっていうのをやっていただきたいと思います。だいたいバッグの傷み方って決まってきてるんですよ。じゃあどういうところが傷んでくるかと言いますと、まずハンドルの部分、それからバッグの四隅ですね。それから女性もので多いのがバッグの開け口付近ですね。これなんでかっていうと、ネイルをしてちょっと爪が長かったりしているので引っかいちゃったりします。この辺りとかこの辺りとか、今お話しした3ポイントが
特に痛むところなんですね。それを知った上でプレケアって大事なんだなっていうことを皆さんちょっと今日は学んでいただきたいと思います。それに使用するのにですね、ご自宅にある使用していないハンドクリームで十分です。先ほど傷みやすいポイントをちょっとお話ししたと思います。そこを重点的に保湿しておこうかなと思います。そのやり方なんですけれども、クリームを取っていただいたらよーく指でなじませて少量つけますよね。このクリームをバッグの見えにくいところでまず試し塗りをしてください。このバッグに対してこのハンドクリーム問題ないので、これこのまま進めていきたいと思います。特に一番補修の要望が多いのはコーナー部分。ここは本当に痛みます。今取ったクリームを手の中でなじませて、よーくなじませて、冷えた状態になったらこんな感じでしっかり保湿してあげてください。で、それからバッグの口の部分、ここは傷がつきやすいです。本当に傷がつきやすい。優しくですね、保湿してあげてください。かぶせの部分もね、傷みやすいので薄く優しく塗り込んであげる。傷みやすいところでハンドルっていうところもあるんですけれども、よく傷がつきやすいポイント、こういうところです。ちょっと出っ張っているところ、こういうところは傷がつきやすいので、こういうところね、しっかり保湿して守ってあげる。気になる方は全体にも当然入れてあげてください。面に対して優しく入れていきます。本当に優しく。次、マチに行きますね。実は結構マチの部分もね、ほこりが溜まったり、あと傷とかとはまたちょっと違って発生しやすいトラブルとして、こう曲がってたりとか、マチがあるってこう言って畳まれてるものが多いんですよね、バッグの場合。そうすると皮が乾燥していると割れやすい箇所です。パキーンと割れるんですね。こういったところもプレケアとしてしっかり最初のうちから保湿を忘れずにやってあげる。こんな感じで。で、底面ですね。底面に移っていきたいと思います。ベルトの部分も一応やっていきますね。ベルトもね、結構こういう動きやすいところ、あとは逆に固定されちゃってるところってね、乾燥が進むと割れるんですよ。なのでやっぱり保湿をしてあげてください。こんな感じで、傷みやすいところのポイントを今回皆さん覚えていただいたと思います。皮なので人間の女性の肌と本当に同じです。なのでご自身の肌のお手入れのようにやっていただくといい状態が長持ちします。なので買ったらすぐプレケアを、実施してやっていただいて、ご自身の大切なバッグを大事にしながら長く使っていただきたいと思います。一番大切なのは通気を良くすることなんですね。もうこれ一択です。こんな感じで巻いてあげる。ここに当てていただきたい。